はじめまして、検証と戦うデザイナーです。普段は 3D モデラーとしてキャラクターモデリング業務とかに携わっております。今回講義させていただく内容は CG っぽさを感じさせない EV で実現する NPR 表現ということで、普段、SNS とかでアップしている作品とかなので、割と趣味寄りの作品とかなんですけど、そちらとかで使っているテクニックとかを中心に、ご紹介できればと思います。CG っぽさを感じさせない EV で実現する NPR 表現ということで、まずは NPR っていうのがノンフォトリアリスティックレンダリング。そのまま字読んでごとく、実写的じゃない画風を表現すること。アニメ的な表現とか、イラスト的な表現とか、とりあえずデフォルメされたような絵とかに使うような表現ですかね。で、アニメとかイラストは、誇張表現なんで、ケレン味っていう名の絵の嘘がすごいいろんなところで使われていたりするので、そういったものを表現するのにすごい苦労することが多いんですけど、絵の嘘って言い方なんで嘘なんで、明らかに現実的に考えたら正しくないような表現でもアニメとかそういうものだとすごいプラスの方向というか表現の一つとして使われることが多くて、そういうのってやっぱ現実的じゃないものなので、答えがやっぱりなくて、どんな作風とかでもみんなやっぱり答えが違ったりするので、すごい狙った絵を作るまでに試行錯誤が増えやすい場合が多いですね。よくその仕事とかだとやっぱり案件が変わるたびに作風が変わったりとかするので、毎回こういうところを考える必要があるパートがあったりするので、そういった時に例えばこのビューポート EV とかでレンダリング結果が分かっていると、そのままやっぱレンダリングしなくてもアニメーションでキャラクターが動いた状態でその絵が確認できるっていうのはすごい大きなアドバンテージだと思っていて、サイクルとかそういうのとかがあるとできる表現っていうのも結構幅は広かったりするんだけど、その分やっぱレンダリングするまで欲しかった絵かどうかっていうのを確認することができない場合が多かったりするので、EV のビューポートでレンダリングをしなくてもビューポート上でその絵が分かる状態で作業を進められるっていうのはやっぱり一つ EV の強みかなと思っているので、そういうところを中心にお話しできればなと思います。まずはじめは顔の影と目周りのセットアップで、顔に関しては髪の毛を除いた顔面ですね。顔面と目の眉毛とか瞳とかまつげとかそこら辺の目周りのセットアップを中心にまずはお話しできればなと思います。はい。でも最初は方線編集じゃなくてスレッショルドマップで顔の影を制御する理由ということで、まず顔の影を制御するっていうのはどういうことかっていうと、顔とかだとポリゴンの形状のそのままの影が出ちゃうと、すごいその絵としてあまり出てほしくない影が出やすいというか、手書きの絵とかだとすごい影ってやっぱアニメ調になればなるほどすごいシンプルに影を描いたりとかするので、そういうことをやっぱ CG でもやっていきたいっていう目論みがあって、グレースケールモデルだとそんなに違和感がないものでも、トゥーンシェーダーとかセルシェーダーとかで影がパッキリした影になると、そういうのがすごい余計に細々した、なんていうんですかね、ガタガタな影になって目立ちやすいとか、ブレンダーのシーンで、切って例えばかなり絵の嘘をつくために目の白目の部分が彫り込んであったりとかして、こういうのって実際白目が彫り込んであったりするわけじゃないので、実際のレンダリングとかの結果で目が彫り込んであるように見えてほしいわけがないので、そういうのを潰すためにそういう壺型にくぼんでるよっていうのがバレないような形状で作っていくというか、影を表現したりする必要があったりするので、そういう表現をするためのすごいメジャーな方法として一つ方線編集による制御っていうのがあって、すごいシンプルなメッシュに落ちる影をそのまんまモデルに、実際にレンダリングしたいモデルに移すみたいな手法があるんですけど、そういう方法が一つ、まずゲームでもアニメとかプリレンダリング系とかリアルタイムとか限らず割と多く使われる表現技法だったりするんですけど、もう一つ方法があって、割とここ数年とかで結構 SNS を中心に話題になったりすることがあるんですけど、スレッショルドマップ、こういう白黒のグレースケールマップで影の出方を制御するっていうやり方が一つあって、今回はこっちのスレッショルドマップを使った影の制御の仕方を説明できればなと思います。求める影のシルエットと出てほしい影を別々に調整したい。こういう影が出てほしくない。こういう影が出たいっていう別々で表現がしたいっていう、なるべくシンプルで直線的な影になるように調整がしたいっていうことですね。はい。スレッショルドマップとは、スレッショルドっていう言葉自体はもう敷地っていう意味しか持たないので、大体会社さんとかが使うときはなんたらスレッショルドとか、あと内部的にはすごいこのグラデーションを生成するのに、SD
っていう、なんていうんですかね、そのアルゴリズムの工程を通って、このマップを生成するので、SDF っていう名前をそのまま使ったりとか、なんか呼び方はいろいろあったりしますけど、今回はちょっと簡易的にスレッショルドマップで活かしていただきます。で、用意の仕方なんですけど、まずはこの画像が最終的に欲しいグレースケールのマップで、これを作っていくのに何段階か過程を踏まなきゃいけなくて、用意しなきゃいけないマップが複数あって、顔に落ちてほしい影を端から X 軸で横軸ですね。横軸で必要な枚数だけ狙った影を描いたマップを用意しなきゃいけないんですけど、それが僕の場合はサブスタンスペインターとか 3D ペイントとかでそのまま直感的に描けるようなソフトを使って用意した方がいいかなと。すごい本当にここで今見ていただいている通りなんですけど、1、2、3、4、5、8枚左から右に向けて出てほしい影をそのまま均等的な感覚で用意していく必要があって、その均等的な感覚で用意した8枚のテクスチャーをグレースケールのグラデーションのマップで変換して用意する、1枚のマップとして用意するっていう流れになるので、3D ペイントとかでやれた方が実際に出る影がそのまんま分かりやすいのでいいかなと思います。8枚だったりとか6枚だったりとかっていうのはあるんですけど、枚数が増えれば増えるほどこのグラデーションのクオリティが上がっていくというか、例えばこれとこれの間を補完するグラデーションがここにあって、これとこれを補完するグラデーションがここら辺にあってみたいな感じなので、枚数が増えれば増えるほどすごい滑らかなグラデーションにはなっていくので、より狙ったこのグラデーションですね、この間の影がすごい正確な影にどんどんとなっていくという感じですかね。ブレンダーの方で見ると、詳細は後ほど説明するんですけど、こんな感じでグラデーション、さっき書いたグラデーションの位置がだいたい影が落ちる形がそのまんまパラメーターでこんな感じで出ていくようになっていて、閉じてる方がわかりやすいか。さっきのここの影、真ん中、ど真ん中とかだと、ここで書いたこの影がそのまんま 3D モデル上で、影として表示されているようなイメージで考えてもらえればなと思います。で、生成したスラッシュショルドマップ、書き出した複数のテクスチャーというか、白黒の、日化されたこの白黒のマップを複数枚用意したものを任意のツールで合成するってあるんですけど、僕が使ってるツールとかだと、そのネットとかで検索してもらえれば、割といろんなところが出してたりとかするんですけど、例えばグラデーションとか SDF 影シェーダーとか変換とか多分近い名前で検索してもらえると割といろんなところでこの変換するツールみたいなのが割と落ちてたりするので、ちょっと各々でそこは用意していただく形になるんで、なんともっていう感じなんですけど、そういうので合成して自動なんで、この8枚、僕だったらこの8枚を用意したらもうそれをディレクトリに指定してあげてれば、もうツールで勝手に合成してこういったグレースケールのグラデーションマップが生成勝手にされるので、それでもうこの用意は終わるという感じですね。で、さっき言ったみたいにいじってると、例えば白黒、こういうところ、実際の肌の部分とかは影が滑らかに移動するんですけど、白目とかはある一定のところでパッと切り替わるようになってほしいみたいな、さっき言ったみたいに実際にここ目がくぼんでたりとかしてるんだけど、それをそういう風に見えてほしくないみたいなのがあったりするので、こういう白目とかは01で近いところに来た時にパッと切り替わるような感じで処理をしたいってなった時に、ここにもこれと同じように書き出しちゃうと同じようにここグラデーションになっちゃって、01で切り替わってくれなくなるので、だいたいこのグラデーションのしている顔の目のあたりの位置をスポイトで色を取って、白目の UV のところにその色を単色ベータで塗りつぶしてあげると、単色ベータだとさっきみたいに一定の数値のところでパッと影が切り替わるような形になってくれるので、グラデーションしてほしい、グラデーションで影がスムーズに動いてほしいところと01でパッと切り替わってほしいところで、各々色を分けてあげる形ですね。ここのスポイトを取ってあげるところとかは後々で上からフォトショップとかで塗りつぶしとかで入れたもので保存して、それでやっと1枚の顔のスレッショルドマップとして完成する感じになります。で、じゃあこの作ったスレッショルドマップをどういう形で使っていくのか、使っていくのか
っていうことなんですけど、ちょっと今ここでごちゃごちゃしてるこのノード群がシェーダーなんですけど、ここはまた後でお見せするとして、必要なのはスレッショルドマップ、先ほど生成したスレッショルドマップと、普通のセルシェーダーに使うのと同じように用意したシャドウ、影色の場合とディフューズ、ベースカラーの場合の2つのテクスチャーをセルシェーダーと同じように用意してシェーダーにアサインしてあげる形で、あとはノードのこのグループの末端のところにバリューのノードを差し込んであげて、このノードのバリューが0から2の間で数字が変わると、こう影が一周する感じで切り替わってくれるので、この数字で影が変わるっていうことなので、実際これってライトの影響を受けているわけじゃなくて、シェーダーのパラメーターだけで影の位置が制御されているような状態なので、本当にその髪の毛とか他の衣装とか、あと背景とか、そういうものは普通にライトを使ったライティングをしているようなシーンで、顔も同じ方向でライトが当たっているっていう状況を常に作り出す必要がある場合は、このバリューのところにドライバーを差し込んであげて、ライトの回転軸を、そのままバリューとドライバーでリンクさせてあげると、疑似的にライトが向いている方向に影の位置が表示されるような感じですかね。はい。あらかじめ用意しているドライバーの入ったバリューをこうつなげてあげて、ライト1回切って、リンクをつなげているライトがこの 3R っていうライトで、これの、ローテーションの X と Y と Z が、バリューを通して0と1になっている感じですね。なので、ライトを回転させてあげると、ライトの影響を受けているわけじゃないんだけど、ライトが向いている方向から光が当たっているように数字、回転軸を合わせてくれるという処理になります。ドライバーをお見せした方がいいかな、これ。そんなに大したドライバーじゃないんですけど、これですね。バリューに3の R の Z ローテーションを入れてあげる感じですね。3R の Z 軸のローテーションが0から360度行く間に、さっきのバリューの数字が0から2に行くようにリンクしている感じですね。バリューが0の時はローテーション Z が0で、バリューが2の時はローテーションが360に勝手にリンクしているっていう状況です。ここがその説明ですね。回転値とバリューが関連付けされている時に自動でこう切り替わる。書いてある通りですかね。で、僕の場合だと顔全体でシェーダーを複数使ってて、上にあるこの4つがスレッショルドを使ったこのシェーダーになってて、下の瞳とかがこの目ん玉ですね。眼球と、あと最後にアウトラインが来てるっていう感じで。で、一つの顔の中でスレッショルドを使ったシェーダーが複数ある場合は、使っているシェーダーがこう複数ある場合は、それぞれのシェーダーでこのバリューが必要になるので、これが今グループでまとめられてるんですけど、グループじゃなくて、この外にバリューが出てしまっていると、これじゃない、バリュー。はい。バリューがこう外に出た状態でそのままこうつなげてしまうと、数字がこのスレッショルドを使っているシェーダーそれぞれでバラバラになっちゃって統一されない状態になっちゃうので、例えばこのフェイスだとこの顔のスキン部分ですね。スキン部分だけにこのシェーダーがアサインされてて、アイホワイトっていうシェーダーの方だと、白目だけがアサインされた状態とかで、こうシェーダーが分けられてて、で、それぞれでこのバリューの数字を共有させたい。全部バラバラだとすごいそのキャラクターが動いたりとかした時に、影が動いたりとかした時にずれちゃうので、一つのグループの中でバリューノードを囲ってあげて、その外からつなげてあげると、このグループを各々のシェーダーでバリューをグループ化してあげてると、バリューがスレッショルドを使ってるシェーダー全部で共有される感じですね。になるので、ここはグループ化しているという感じですね。なのでちょっと説明がすげえ下手くそなんですけど、バリューをグループの中で囲ってあげて、それを複数のスレッショルドシェーダーで使ってあげると数字が共有されるっていう感じですね。はい。で、スレッショルドを使ったシェーダーの一群、ノードの一群なんですけど、これ自体は特にアレンジするようなノードの箇所も特になくて、このまま再現してもらうどの TCC とかリアルタイムエンジンとかでも多分どれでもノードを使ってシェーダーを組む系だとこの流れになると思うので、これをなんかもうあまり細かいことを考えずにそのまま再現してもらえれば、スレッショルドマップを使ったシェーダーになってくれるので、再現してもらえればいいかなと思います。多分アーカイブとかで止めて見ていただいてノードを組んでもらえると良いかなと思います。で、大事なのはスレッショルドマップを使ったシェーダーにおいて大事なのがこのさっきやったようにライトと関連付けない限り影が動かないんですよね。その実際のライト
の影響を受けて影がついているわけじゃないので、数字をあくまでバリューの数字を使って影が動いているだけなので、ライトの影響を受けているわけじゃないっていうのがあって、先ほどは僕はドライバーを使ってライトとリンクする形で自動的に影の位置を合わせれるよっていう説明をしたんですけど、実際に、なんていうんですかね、逆に言えば、バリュー、ここにドライバーを差し込まなければ、バリューで自分の好きな鍵に位置を調整することができるので、先ほどあんな説明をしといてなんなんですけど、僕はここにドライバーは差し込んでなくて、手口でここにキーを打って使うことがすごい多くて、やっぱここも最初にお話ししたような絵の嘘の一つになるんですけど、実際に出る影が正しいか正しくないかは別として、こういう向きを向いているときは、あまり影を落ちてほしくないとか、正しく影が落ちてるかどうかよりも可愛く見えてほしいみたいなときは、影があまり顔の真ん中とかに入ってほしくないとか、そういう場合があったりするので、手動でバリューにキーを打ってアニメーションさせたりする方が、逆にショートアニメとか作る場合とかはあまり手間もなくて、どのフレームとかでも自分の狙った影に常になってくれるっていう保証があるので、そういう使い方をすることが僕は多かったりします。っていうことができるのが、最初の放線編集による制御の方だと、ライトを使って影を落とすっていう物理的な影の出方をしているので、さっき言ったようなキーを打って好きな方向で常にライトを固定したりとか、そういうことができないので、そういうところが、そういう嘘のつき方ができるのも一つスレッショルドを使った影の表現のメリットだと思っているので、僕は今こっちの方法を使っているという感じになります。はい。バリューが変わらなければ影も動かない。ライトは回転しているんだけど影は固定されているとですね、放線編集を使わない理由になります。サイクルにはライトリンキングっていう機能があるので、それが使えると顔にだけ当たるライトみたいなのを用意すれば、先ほどのような放線編集のライトを実際にライティングして影を落とすような手法とかでも常に狙った影を出せたりするんですけど、EV にはまだライトリンキングがなくて、この表現が使えないので、EV を使った中で同じようなことをやるってなると、今のところ思いつくのはやっぱこのスレッショルドとか、そういったライトの影響を受けない形で影を表現する方法になることが多いですかね。ので今愛用しているという感じです。動画の途中ですが、ここで CG ワールドよりお知らせです。今月3月28日土曜日、29日日曜日の2日間、シリーズ第6回目となるブレンダーフェス 2026SS を開催します。モデリング、コンポジット、ジオメトリーノード、AI 活用など著名ブレンダーアーティストによるテクニックやワークフローを学べるセッションを全16セッションご用意しています。現在、早期割引チケットも販売中ですので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは引き続き、ブレンダーフェスセレクションをお楽しみください。で、スレッショルドマップのお話は一旦ここで終わりになりまして、ここからは目回りのお話になります。アルファブレンドを利用したメッシュ表示の順番ということで、目回りの構造をまずは見ていただくんですけども、くぼんだ白目のこの壺型になっているところに、瞳とハイライトが収まってて、この目の境目ですね。ちょうどこの目の境目のエッジのところに目の影が落ちる。ちょうど今ここに書かれているこの白目に落ちてる影ですね。これを今メッシュで僕は表現してて、それがここに壺型のエッジのラインのところにくっつく形であって、顔の一番外にまつげと眉毛がそのまま配置されているという感じです。すべて一つのメッシュに統合されている状態で、顔のパーツが全部すべて一つのメッシュに統合されている状態ですね、これは。なので、このパーツ一つ一つでメッシュとして分かれていない状況で、この今の顔はなってます。シェイプキーとかで表情を作るので、そういう時に顔のパーツが分かれてると、すごいシェイプキーで制御しづらくなるので、一つのメッシュで統合して作業を進めているというモデルの仕様になります。で、ここでやりたいことが、配置順と描画順を変えたいっていうのが、主なテーマになってまして、目の影ですね。ここに落ちてるこの目の影が、さっき言ったようなこの順番だと、一番このまつげの下に落ちる形で、ハイライトと瞳の上に来るんですよね。なので、こういう感じで、本来は目が瞳の上に影のメッシュがある状態なんですけど、でも僕がやりたい表現は、一番目の後ろに白目の影が描画されてほしい。なんでってことなんですけど、シェイプキーで目を閉じるときに隙間ができてほしくないっていう、その一番後ろに影を実際に物理的に置いちゃうと、この目の白目と白目の境目ですね。白目の境目にこの目の影を配置できなくなっちゃうので、どうしてもここに隙間ができちゃうので、位置はこの位置で固定していたいっ
ので、おのずと瞳の手前に来る形になっちゃうんですけど、で、あとシェイプキーで瞳をそのまま奥側に移動させるようなシェイプキーを表情を作るときに必要だったりとかするので、そういった意味でも影と干渉しないようにやっぱり瞳の前に配置したい。で、白目をこの影をメッシュで用意するんじゃなくて、くぼんでるところにたまにあったりするんですけど、白目に直接描いたりとかする場合があったりして、それだと干渉はしないんで、特にこういう順番を変えたいみたいなことはなくなるんですけど、くぼんでるこういうところとかにやっぱり影が直接描かれてるなみたいな形状でやっぱり出ちゃうので、そういったあまりくぼんでるっていうこの形状を見せたくないっていう意味でもやっぱり描くのはあまりよろしくないかなみたいなところがあって、グラデーションしているといいんですけど、やっぱパッキリ2回一緒で分かれてる影だとすごい分かりやすくなっちゃうので、モデルで影を用意して手前に配置したいということになります。はい。で、実際のモデルの配置と、メッシュの描画の順番を変える方法なんですけど、アルファブレンドという方法を使ってまして、アルファブレンドっていうのが、ここですね、セッティングの項目にあるブレンドモードのところで、アルファブレンドっていう項目があって、このアルファブレンドっていう状態にすると、このシェーダーがアルファブレンドっていう認識になります。認識というか、アルファブレンドモードになってます。で、このアルファブレンドっていう状態になっていると何が起きるかっていうと、モデルのメッシュの順番が実際に配置されているモデルと描画の順番が変わるっていうことで、アルファブレンドになっている状態でどういう時に順番が変わるかっていうことなんですけど、方法まず一つ目は原点が、メッシュの順番、メッシュが実際にカメラから見て手前にあるか奥にあるかに限らず、オリジンがカメラから見て手前にあるか奥にあるかでメッシュがカメラの手前に表示されるか奥に表示されるか、ここで動いてるアニメーション通りなんですけど、実際にこの青い球がカメラから見て手前にあるはずなんだけど、四角い板が手前に映ってるっていうなんか不思議な状態になる感じですね。で、方法2がオリジンが同じ位置こうずらさないで同じ位置で重なっている時にアウトライナーでコレクションとかでまとめてた時の順番ですね、上からの配置の順番とかで同じようなことが起こる感じですね。3つ目の方法がマテリアルの順番ですね。一番上にあるマテリアルが一番奥に描画されて、一番下にあるマテリアルが一番カメラから見て手前に描画されるっていう仕様があって、今回僕はこの方法を使っていくんですけど、これを使う理由はメッシュが全て一つに統合されているので、一つのメッシュの中で順番を変えたいってなると、おのずとシェーダーで制御することになるので、この順番がこの方法しかなくなるという感じですね。4.2 以前と 4.2 以降でちょっとセッティングの仕様が変わるんですけど、同じセッティングのところの項目がちょっと見た目が変わっているので、これと同じように設定をしてもらえればなと思います。はい。じゃあ実際の僕の顔のマテリアルの配置の順番なんですけど、ここで説明した通りの実際の順番とずらす順番に合わせてマテリアルアサインされている、順番になっている感じで、一番奥に映るのが顔本体で、次に白目がこのくぼんでる壺型になっているところですねがその下に来て、その次がここからが、目のパーツなので、一番奥側にアイシャドウ、この白目の影が来る形で、その上に瞳が乗る形になって、で、一番次というか最後ですね。最後に、まつげが描画されてほしいので、このアイパーツというのが、あとハイライトが一番カメラの手前側に映る形で、一番下にいます。アウトラインがシェーダーにある場合は、アウトラインが一番下に来るのですけど、これはアルファブレンドに設定しておくだけで特に必ずどんな時でも一番下に来るっていうことだけ念頭に置いといてもらえれば意識することはないかなと思います。で、一番奥にあるものはアルファブレンドに設定しなくてよくて、白目からブレンドモードをアルファブレンドに変えてもらって、バックフェースに、小バックフェースですね、にチェックを入れる。で、そこから下はチェック入れないで、ただ、アルファブレンドにだけ変えてもらえればなって感じですね。この見た通りのままでチェックを入れて項目を合わせてもらえれば、前後の描画が多分ずれる形になると思います。この設定を済ませると、ワイヤーフレームとか特に変わってないんですけど、こんな感じで、白目の影が一番奥に映ってるっていう表現になる感じですね。はい。4.2 以降の設定なんですけど、こちらも特にこのマテリアルの順番とか変わってなくて、同じようにセッティングのここの項目だけちょっと見た目が変わってるので、チェック項目を入れるものと、あとこのディサードっていうのが 2.0 以前っていうところのオペークなので、同じように特にいじらずにディザードのままにしてもらって、で、そこから下がブレンディットを入れて、アルファブレンドのモードの状態になっているって感じですね。で、それに合わせて 4.2 以降だと、
実際に半透明っていう、このシェーダー上に半透明ですよっていう判定が載ってないと、アルファブレンドの認識になってくれないっぽくて、ここのミックスシェーダーとかでトランスペアレントとかのシェーダー差し込んで、1以外の数字を入れてあげるとか、半透明じゃないけど、01の表示なんだけど、描画を変えるためにはちょっと1以外の数字で入れてあげないとアルファブレンドにならないので、こういう 0.999 とか、ちょっと中途半端な数字が入ったりとかするんですけど、そういうのが嫌だったら、バリューノードとか、何かしらノードが繋がってるだけでも、アルファブレンドのあれに、設定になる、判定になるっぽくて、なので、多分こっちの方が綺麗ですかね。バリューノードとかを差し込んでもらえれば、アルファブレンドになると思います。ブレンディットにしているシェーダーだけ、こういう設定が必要になる感じですね。はい。以上で顔周りのセットアップにつきましては説明は終わりになります。ここからは、紙の光の透過のお話になってくるんですけど、光線を利用した疑似的な性表現っていうのはどういうことかっていうと、髪の毛、やっぱこの CG 臭さとかを消すみたいになった時に、やっぱどうしてもその光が透けてるみたいな表現を髪の毛とかでやろうとした時に、どうしてもその CG 臭さみたいなのが出やすい場所だったりとかして、髪の毛に光が当たってるけど裏面は全く光が当たってないみたいな、やっぱセルルックとかの CG だとなりがちなんですけど、僕は今回こういう逆光とかで光が奥にあって、光源が奥にあって、その手前に髪の毛が揺らいでたりとか、髪の毛があったりとかした時に、髪の裏面に当たった光が透けて、ちょっと明るくなってるっていう表現を今回やりたいので、じゃあまず透けてるってどういうことかっていうのをざっくりと説明しようと思うんですけど、単純な透けるって意味だと、ガラスとか水とかでいうようなこの奥にある物体が透けてるような状態で、まず透けてるって言える状況と、あと物は透けてないんだけど、当たった光が裏に透過して裏面も明るくなってる。カーテンとか皮膚とかゴムとか、あと葉っぱとかもそうですね。実際に奥にあるものは見えてないけど、光が当たってると光が裏面も当たって明るくなってるっていう状況ですね。っていう、ざっくり大きく分けると2パターン透けてるっていうような状況があって、髪の毛でじゃあ見た場合はどうなんだってことなんですけど、髪の毛そのものの物質は透けてない、不透明なんだけど、毛束っていうものを一つのものとして見ると、透けてるって言えるような状況がいくつかあるなと思って、すごい細かいこと言うと多分毛も物質的には透けてるんでしょうけど、そういうのは一旦置いといて、毛束の隙間から物が見え隠れしているような状況みたいなのとかも髪の毛の場合だと透けてる言えるかなっていう状況があって、NPR な髪の毛だと、例えば前髪で眉毛とかが上に描画されているような状況とか、あと前髪のおでこ周りの色とかが髪の毛の前髪にグラデーションで乗ってたりとか、テクスチャーで描いたりとかすることでそういう表現があったりとかするんですけど、大体そういうのはすごい現実的なところで解釈すると、こういう毛束の隙間から奥のものが見えてるっていう状況なのかなと思います。一方で裏面に表面に当たった光が当たっているっていう状況を髪の毛に割り当てた髪の毛で解釈した場合は、その髪の毛の隙間に光の光線ですね、レイが入り込んで、裏面に抜けていくっていう状況で、結果的に裏面に表面の光が抜けていくっていう感じですね。それで結果的に裏面が表面の光によって少しだけ照らされるっていう状況があったりするわけで、そういった状況はやっぱりこういう逆光表現ですね。奥に強い光源があったりとか、夕日とかスポットライトとかが当たるような環境とかだと、裏面にライトの光源とか見えてなくても、毛の隙間を抜けていく、光が抜けていく形で裏面も明るく見えるよみたいな表現があるんですけど、それを NPR な髪の毛で今回は表現していこうと思います。まず透けるまでの作業手順なんですけど、単純に今回は顔の時はスレッシュロードマップで顔の影の出方を制御するやり方だったんで、もう一つの方で光線の編集の説明が少しあったと思うんですけど、髪の毛に関しては今回そちらを使ってまして、単純なメッシュ、形状のメッシュの光線を髪の毛に転写するって形ですね。データトランスファーモディファイヤーを使って光線を髪の毛に、このすごいシンプルな形状のドーム型のメッシュですねの影の落ち方を髪の毛の方に転写するっていう、方法になります。まずはざっくり、メッシュが透けるまでの作業手順なんですけど、まず最初にやることは、もともとモデリングして作った何の変哲もない髪の毛のモデルにこういったシンプルなドーム状のメッシュで
かつ厚みがついてない板ポリの状態のドーム状の、メッシュを一つ用意してもらって、それをデータトランスファーモディファイアで、放線を転写する。見た目こんな感じになるんですけど、そこまで用意してもらったら、次に髪の毛の外側と内側でマテリアルを分ける感じですね。もうその際はもうテクスチャーとか UV とかも全部別々のものとして作ってもらっちゃってもいいぐらい別のものとして分ける感じですね。で、外側のマテリアルと、今この赤くなってるのが内側のマテリアルってことになってます。で、その状態で、セルシェーダーの設定を各自していくんですけど、外側の髪の毛は影幅が狭い、いかにもなそのセルシェーダーの2回値のパッキリとした影で設定してあげて、内側の影は影幅をぼかすことで、すごいこう透けてる状況の時にすごいぼんやり光が当たってるような表現にしたいっていう感じですね。影幅をセルシェーダーの設定の方で変えてあげてる感じになります。ざっくり説明したんですけれども、まずその放線、ブレンダーにおける放線とは何だって話なんですけど、放線、ブレンダーの中で放線っていうのは大きく2種類あって、面が裏面と表面っていうのを定義させるための放線がまず面放線っていうものがあって、フェイスのここですね、このフェイスオリエンテーションっていうものにチェックを入れてもらうと、表面が青色で裏面が赤色に表示されるんですけど、それの定義を示しているものがこちらの円放線で、それとはもう一個別に面がどの向きを向いているかっていうのを定義するための放線があって、こっちの方は、頂点の放線で、スプリットノーマルとか、日本語の方だと、分割放線っていう名前になってるんですけど、この分割放線っていうのが、例えばメッシュの定義上だと裏面を向いている、メッシュが裏面を向いている状態なんだけど、実際の面が向いている方向はまた別に設定できる感じですね。なんて言ったらいいですかね。難しいところなんですけど、裏面、表面は抜きに面がどっちを向いているかっていうのが実際の見た目とは別に変えられるっていう感じですかね。っていうのを踏まえて、じゃあなんでさっきのここのデータトランスファーモディファイアで放線を転写しただけで光が透過してるってことになってるのかっていうことなんですけど、ここに今この絵だとスポットライトがあって、スポットライトが当たっている状況なんですけど、この今放線用メッシュってなってるこのすごいトゲトゲしたやつが実際の髪の毛でいうところのこのドームのメッシュですね。このメッシュがこの放線用メッシュだと思ってもらって、その奥にあるのがこの外側の髪の毛の外側で、こっちの裏側、内側ってなってるのが、髪の毛のこの内側の部分ですね。を簡易的に表現すると、こんな感じになってまして、面の放線を、頂点放線、分割放線を、この放線用メッシュをベースに転写してあげることで、裏面もこれと同じ方向を向くんですね。なので、この出てるこの線が、紫色の線が、面が実際に向いている方向なんですけど、この図の方だと、表面と同じ方向を向いているので、外側ってなってるところなんですけど、外側と同じ方向を向いてるっていう状況になってるので、結果的にこの表面、外側に光が当たってると、裏面にも光が当たってるっていう判定になるんですね。ちょっと難しい話なんですけど、じゃあ簡易的なやつじゃなくて、実際の髪の毛の方で見てみると、こんな感じですね。さっきの放線用のメッシュ、外側の放線用メッシュっていうのをこの髪の毛に転写してあげることで、内側の毛も今これ全部外側に向いてるっていう状況ですね。デフォルトだと内側の毛は内側に向かってこの紫色の線が伸びてるので、見てる通りに内側のメッシュは内側っていう判定なんですけど、こっちの方だと見てもらうとこの内側に伸びてる線もここに映ってないので全部外側に向いてるんですけど、なので結果的に内側のメッシュも外側を向いてるっていう内部的にはそういう判定になっているので、外側に光が当たるとこっちにも光が照らされてるのと同じ、判定になるって感じですね。で、ライトの影で光が遮られないように、ライト自体は、シャドウをオフにしている状態ですね。シャドウにチェックが入っていると、そもそもメッシュに厚みがあるっていう判定の方で内側に影が落ちてしまうので、光が透過してるっていう判定にならなくなってしまうので、ライトの方でシャドウは切ってるっていう状況になってます。これで、髪の顔と同じように影がシンプルになった上で、かつ、内側に光が通ってるっていう状況です。常にこの髪の毛と放線転写用のこのシンプルなメッシュが同じ位置に居続けなきゃいけないので、コンストレインで髪の毛の骨とか顔の頭の骨とかにコンストレインしてあげて、常にキャラクターがアニメーションしていても、このメッシュが同じ位置にいるような形で維持する感じの設定をここでしてあげてます。はい。
で、まだ不完全ってことなんですけど、今の設定をしたところまでだと、まだ光源の色が表現できていなくて、単純なセルシェーダーで光が落ちている状況だと、光源が例えば夕日の色だったら夕日の色が髪の毛に乗ったりとか、まだ表現ができていないっていう状況と、それに加えて、このままだと影が落ちないっていうのは先ほど説明したように、ライトのシャドウ、影を切っているので、髪の毛だけじゃなくてシーン全体で影が落ちなくなっちゃっているので、例えばこの光源との間に遮蔽物があった時に影が遮る形で落ちてくれない状況なんですね、今の状況は。なので、それをどうにかしたいっていうのをこれからやります。はい。最後の項目で、髪の毛に光源色を重ねる方法として、3トンのライトとシェーダーでライティングをしていくという説明になります。はい。まずは、3つの要素を表現したいということで、まずは通常のキーライト、基本的なセルシェーダーですね。通常のキーライトで基本的なセルシェーダーに反応するライトを用意してあげたいっていうのがまず一つと、二つ目がキーライトの色、この1番のキーライトの色を表現するために、キーライトの光源の色をこの基本的なセルシェーダーに乗っけるという感じですね。が、今ここで映ってるこの黄色ですね。実際のテクスチャー、セルシェーダーには乗ってない色がここの黄色になっている部分の色でして、それを、またセルシェーダーとは別で用意してあげたい。で、これはキーライトの色を表現するっていうことなので、1のライト、通常のキーライトと基本的に同じ角度に合わせて設定してある状況です。で、3つ目がカメラに対して常に同じ角度からリムライトが照らしているっていう状況を表現する。ここで言うとこの髪の毛の後ろ側にリムライトが当たっているっていう表現ですね。設定的には中身的にはこの2番と同じように光源を表現するためのライトなので同じ設定なんですけど、角度を別に、キーライトとは別にリムライトとかとして照らしたいっていう場合で、もう一個ライトを2番と同じものを用意してあげたいっていう形になります。で、それらをライトとシェーダーを使って表現をしていきます。ライトとシェーダーで表現をしていくっていうことなんですけど、まずはライトの用意からなんですけど、通常のキーライトとセルシェーダーに反応するキーライトは赤色で、一つ用意してあげる必要があって、それ以外は特に何の変哲もない、ただのサンライトですね。で、通常のキーライト、赤色に設定した通常のキーライトは最初に説明した通りに影が落ちてほしいので、遮蔽物の影が落ちてほしいライトなので、シャドウにはチェックが入っている状況ですね。2番目、キーライト、それを一つ R のライトとして用意して、2個目のライトが、キーライトの光源色が透過する表現用のライトとして、同じような設定なんですけど、ライトの設定は同じなんですけど、色が完全に緑色のライトですね。ブレンダーで見ると、先ほどの R が RGB で見ると、レッドに1が入っているだけのサンライトで、もう一つが、グリーンが1になっているだけのライトですね。こちらも、シャドウにはチェックが入っている状態です。で、2つ目を用意してあげて、で、リムライト用のライトは、ブルーに1が入った状態のライトをもう1個用意してもらって、このライトだけ、常に、僕の場合はリムライトってことなので、常にカメラの角度がどんな角度であっても、リムにライトが当たり続けてほしいので、ここで、コンストレイン、ライトにカメラの角度をコンストレインしてあげて、常にリムにいる状態をキープしてあげるっていう設定が必要です。はい、このライトですね。このライトはこんな感じでカメラをこう動かしてもこんな感じで常に、今の角度だと、右後ろから常にライトが当たり続けてるっていう状態ですね。こんな感じで。っていう状態にするためにコンストレインでコピーローテーションで、レンダーカメラに入れてあげてるって感じです。すいません、一つ言い忘れたんですけど、2番目のキーライトは1つ目のキーライトの光源色ってことなんで、1番のこの通常のキーライトに対して常に同じ角度になるように、こちらにもコピーローテーションで 3R にローテーションのコンストレインをセッティングしてあげてるって感じですね。ライトのセッティングは、以上で終わりで、ここからシェーダーのセッティングになるんですけど、先ほどのこのキーライト R に反応するシェーダーがこんな感じになってるんですけど、ここに映ってるのは基本的なセルシェーダーですね。本当に、ディフューズの BSDF からをベースに作ったすごく単純なセルシェーダーなんですけど、で、ここで影色とベースのカラーを決めてあげるっていうだけで、通常ならここにテクスチャーを、影色とベースのテクスチャーを差し込んであげるっていうだけの、セルシェーダーなんですけど、一つ必要なのが、このセパレートカラーっていうノードが必要になってまして、これを間にここにかましてあげて、レッドからアウトプットでつなげてあげる
と、何が起こるかっていうと、メッシュに当たる光の色を分離するってことで、R から出すと赤い色、ライトの赤い色だけを拾うっていう設定になるんですけど、ここに書いてあるとですね、アウトプットをレッドから取ると、ライトの色で赤の値にのみ反応するってことで、はい、ブレンダーの方で見ると、今この R のライトを回転させると、こんな感じで影の角度が変わるんですけど、これが先ほどのあれですね、1に入れたライトですね。1に入れたライトを動かすと、こんな感じで影の向きがちゃんとライトに沿って描画されるんですけど、例えばグリーンに1入れたライトで、レッドが0の状態だと、こんな感じでセルシェーダーは全く反応しない状況になってるんですけど、その判定を作ってるのがこのセパレートカラーっていうノードになります。なのでこのレッドで繋いでいると本当に赤いライトにしか反応しなくなるっていう感じですね。なのでセルシェーダーはライト R だけでコントロールしたいので、ここにセパレートカラーを差し込んで R から取ってあげるという感じになります。で、残りの、G と B っていうのが、今度は光源の色を、表現するためのシェーダーなんですけど、こっちはちょっとセルシェーダーっぽくはないんですけど、見た目は大体似てますかね。セルシェーダーに対してちょっとだけリフレクションの動きを足してあげてるっていうだけの、すごい単純なシェーダーの、ノード群なんですけど、ここにエミッションがあるんで、こっちはセルシェーダーの方と違って光源ですね。エミッションなんですごい光ってるとか眩しいみたいな表現をするためにエミッションを取ってまして、で、こっちの方はレッドには今度は逆に反応してほしくないので、グリーンとブルーからつなげてるって感じですね。こっちの G の方はグリーンにつなげてあげて、ブルー、このリムライト用のライトですね。は、ブルーの方からセパレートカラーのノードのブルーから、つなげてあげると、それぞれ光源色の G と光源色の B のライトの影響だけを受けるっていう状況になります。実際に動かしてみると、G の時は、2番目の、キーの光源色ですね。キーライトの光源色は、グリーンの色にしているものは、この黄色。こんな感じで、黄色の光源色だけが G のライトを拾っている状況。で、B は、先ほど見てもらったように、レンダーカメラに、コンストレインした、この B のライトと同じ角度に常に、こんな感じに照らし続けてるっていう状況です。エミッションのカラーのところのこの今だと、ライト B のところの、RGB の色がここに載ってる感じですね。で、リムライトの色はライト B の色をここで設定してあげるっていう感じです。で、こんな感じで影の領域から外れるとリムライトの色は出ないようにしてるんですけど、それはセルシェーダーの影幅からこんな感じでつなげてあげてミックスで混ぜてるだけですね。それ以外は、G と B は特に同じようなノードの構成で変わりはありません。で、それぞれの R と G と B のシェーダーを一つの、ミックスノードでつなげてあげて、一つのセルシェーダーとして、一つのシェーダーにしてあげれば、それぞれの R と RGB のライトを別々に反応するシェーダーが完成という感じです。ここに最後にですね、マテリアルのアウトプットにつながってるんですけど、これで別々で作ったセルシェーダーとライトのシェーダーが一つのシェーダーとしてまとまってるっていう感じです。で、結果的に B と G と R でそれぞれ別々に反応するっていう感じですね。はい。で、最後なんですけど、髪の毛のシェーダーの設定で影を落とさないようにする。最初の方の説明だと、ライトの方でシャドウをオフにしてたんですけど、シャドウをオフにすることで物理的な影が落ちない、影で遮らないようにっていう設定をしてたんですけど、ライトの方の、影はオンにした状態で、シーン全体では影が落ちるけど、この髪の毛の透過表現をしたい髪の毛だけ影が落ちないっていう設定に、する必要があって、その場合はシェーダーのですね、セッティングのところで、シャドウモードのところを何にしてあげていただくと、髪の毛のこのシェーダーを当てているものだけ影が落ちないっていう状況になるので、結果的に裏面までライトが透過するっていう感じになります。で、それの副産物じゃないんですけど、髪の毛の落ち影もこんな感じで、素直にこういう毛束一本一本に落ちる落ち影みたいなのも何することで一緒に消えるので、ここは多分好みになると思うんですけど、ぐちゃぐちゃってなるのが嫌なので、何してあげることで透けるのと同時に、表面の影もシンプルな状態で描画することができるっていう感じです。で、4.2 以上とまた以降でここもちょっと設定が変わるんですけど、このシャドウモードのなんてやつがまた 4.2 以前と以降でなくなっちゃってまして、4.2 以降だとこのセッティングのところでトランスペアレントシャドウっていうところにチェックを入れてもらった上で、シェーダーの間にこの3つのノードをかましてあげないといけなくなってて、ライト
パスからミックスシャドウですね。これミックスシャドウのファンクションのところにシャドウレイ差し込んで、シェーダーとトランスペアレントシェーダーをブレンドしてあげるって感じですね。4.2 以前のこの設定をしてあげたモデルのシーンデータ、ブレンダーのシーンデータを 4.2 以降で開くと自動的にこのノードがかましてある状態になるので、4.2 以降のブレンダーで最初からセッティングするわけじゃなければ、ここは自動的にもうこの設定になっているので、あまり深く考えなくてもいい場所かなとは思います。以上で、一通りの説明が済んだ形になるんですけれども、そうですね、最初に説明した、顔の落ち鍵をシンプルにした上で、目に鍵が押してほしいこの描画の順番を変えてあげて、で、その上で髪の毛の透け表現をしたいっていうことで、ライトをRGB の3つに分けてあげて、で、それぞれの R と G と B だけに反応するシェーダーを作ってあげるって形で、最終的にこんな感じの絵になりましたっていうのが、一通りの、作業の、セットアップの手順でした。はい。で、まとめなんですけれども、機能が限られたこの環境の EV の中で作業する理由っていうのが、やっぱりその作業効率を上げたい。やっぱりそのサイクルとかレンダーレイヤーみたいな別の手順を使えばもうちょっとシンプルにやれるみたいなことはあるんですけど、やれる手順も今回お話しした中ではあったりはするんですけど、でもやっぱりそのどれもがビューポートでリアルタイムで確認しながら作業するってことができない手法になっちゃうので、なら少しややこしい方法にはなるんだけど、それを一つ済ませちゃえば、あとはもう全部ビューポートで、全てが見えてる状態で作業ができるっていうのは、結果的にはやっぱりいい絵を作る上ですごい作業効率が上がるものなのかなということで、現状は僕の、ブレンダーで絵作りをするときはこんな感じのセットアップになってますというお話でした。はい。以上となります。ここまでお聞きいただきありがとうございました。結構言葉の拙いところがあったと思うんですけれども、こうなるかなっていうのも踏まえてで結構、スライドの方で結構細かく、説明を入れておりましたので、もう一度多分見返してスライドの方に注目して見返していただけると多分、もう少しすんなり、何を言っていたか理解できる場面はあると思いますので、ご了承いただければなと思います。それでは、引き続きブレンダーフェスの方をお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。